レミリアとフランの人生相談第9回始まりました。みんなこんにちは。では早速いくよ。気象予報士って必要なんですか？気象庁が予報を発表しているのでいらないと思います。テレビではアイドルやお天気キャスターが情報を伝えているところもあります。これって気象予報士はいらないってことですよね。僕としては必要だと思うよ。例えば日本テレビでは気象庁が発表した天気図や気圧などのデータを気象予報士が解析して僕たちに分かりやすく伝えているんだ。ただし気象庁が発表した予報を解説するだけなら気象予報士の資格はいらないんだよ。でも解説するためには天気のことを理解していないとダメだよね。だから気象予報士がお天気キャスターのために原稿を作成したりしてるんだ。あくまでも気象庁が発表した予報を解説するだけなら気象予報士の資格はいらないってこと。けど一般の人に分かりやすく伝えるため気象予報士がいるんだね。気象予報士の制度が始まったのは1994年からなんだ。それまでは一般向けに天気予報を発表するのは気象庁以外認められていなかったんだよ。だって台風とか霜の情報をデタラメに発表されたら農業、漁業、国民の財産などに大きな影響出るでしょ。だから気象予報士の試験制度があるんだ。その上で気象予報士が気象庁に届け出をして許可を得れば独自予報を発表できるようになったんだ。ちなみにさっき言った日本テレビは気象庁に申請していないから独自予報を発表してるわけじゃないんだ。これはほとんどのテレビ局がそうだね。あくまでも気象庁が発表した予報を解説してるだけなんだ。テレビ東京は独自予報の許可を得てるみたいだけど、今言ったのは気象、波浪情報だけど地震の動きに関して許可を取ってる企業もあるんだよ。例えば清水建設では地震被害予測システムを開発して耐震工事に役立てたりしてるんだ。他にも富士通ジャパンでは緊急地震速報を利用して作業中のファイルを自動で保存するシステムを開発したりしてるよね。緊急地震速報って気象庁から発表されてるけどみんなはどう思ってるのかな。実はあれって2種類あるんだよ。一つは一般向けの情報で強い揺れが予想される地域に警報してるんだ。携帯電話が鳴るからみんなも知ってるよね。もう一つは予報。こっちは数秒間隔で情報を更新しながら迅速性を優先して発表してるんだ。こういった情報ってエレベーターや新幹線、生産設備などに利用されて災害防止に役立てられてるんだ。このように天候情報って国民の命や財産に直結するんだけど明治8年から発表されてるんだ。でも一時期発表されなくなったことがあるんだよ。天候情報って重要な軍事機密だから国民に知らされなくなったんだね。例えば日露戦争で日本はロシアのバルチック艦隊を撃破してるんだけど天候情報って役に立ってるんだ。いろいろな理由があると思うけどアメリカやイギリスはロシアの勢力拡大を阻止したい。だからとりあえず日本をそそのかしてロシアを疲弊させればいいや。日本が勝つのは無理だろう。そんな感じだったんだけど日本海海戦で圧勝してしまうんだ。この時って現在の気象庁が天気は晴れるけど等圧線の間隔が狭いので風が強く波も高いという予報をしてるんだよ。そしてこの情報を大本営に送ってるんだ。東郷平八郎連合艦隊司令長官の下で仮想巡洋艦信濃丸がロシアのバルチック艦隊を発見したところだったんだ。でもロシアのバルチック艦隊は戦艦や高速巡洋艦などから編成される大艦隊だったんだ。これに対して日本の連合艦隊は戦艦4隻と少なく速射砲を多く積んだ高速巡洋艦など数で対抗したんだ。そして開戦する前に大本営へ暗号文を送ってるんだ。敵艦隊ミユとの警報に接し連合艦隊は直ちに出動。これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し。気象庁から送られてきた予報通りだね。当時の海戦って撃った砲弾の着水を見て誤差を修正、また次の弾を撃って修正する方法だったんだ。天気が晴れってことは視界がいいけど波が高いってことは船が揺れるよね。船が揺れると当然命中率は下がる。こんな状況での撃ち合いなら手数の多い方が有利なんだ。バルチック艦隊は戦艦主体だから巨砲を撃った後次の弾を撃つのに時間がかかるんだ。でも日本の連合艦隊は速射砲で次々に砲撃をして命中させていくんだ。この結果日本は被害を抑えて圧勝したんだね。天気の予報が役に立ったんだ。ちなみに連合艦隊と大本営の間で情報のやり取りを短時間で行うことが可能だったんだけど伝えられる情報量って1分間で20数文字だけだったんだ。開戦当日に大本営へ送った本日天気晴朗なれども波高し。
これは単純に波が高いってだけじゃなく、限られた文字の中で作戦内容も伝えてるんだよ。波が高いと機雷が操作しにくいから、日本が得意とする砲撃センスによって伝えてるんだよね。そして天気の情報ってたまたま的中したってわけじゃないんだ。日本はロシアと戦争の可能性が出てくると気象予報の増員を行ったり、臨時観測所の増設もしてるんだ。こんな感じで気象情報は重要な軍事機密だったんだ。だから戦争が始まると天気予報が発表されなくなったんだね。でも天気予報が消えて漁師や農家、国民に被害が出たんだ。台風の接近や進路予報もない。さらには戦時中、東南海地震が発生してるけど、報道管制が敷かれてほとんど情報が伝えられなかったんだ。現代でも天気予報があるからこそ、事前に防災行動をとることができるよね。だからこそ、気象庁から発表される情報を解析して、分かりやすく伝える気象予報士は必要だと思うよ。他にも、便利なウェブサイトやアプリあるでしょ。工場の生産設備や、いろいろなシステム開発にもその知識が利用されてるし。気象情報が利用される場面って何も晴れるのか雨が降るのかの予報だけじゃないもんね。ということで今回はこの辺で終了。また次回も質問待ってるよ。バイバイ。